クリアコードのそうです。今日はレッドアローっていうプロダクトの話をします。アパッチアローっていうのを Ruby から使えるようにするためのやつです。で、私ですけれども、クリアコードという会社の社長をやってる Rubyist です。で、クリアコードはゴールドスポンサーとして Ruby 会議テイクアウト2021を応援してます。で、今日話をするのに、その関連してるアパッチアローっていうプロジェクトあるけど、そこの開発にも5年前から参加してて、今のところコミット数2っていうくらい頑張ってやってます。で、プロジェクト管理委員会のメンバーもやってるので、かなり頑張ってる方ですね。で、私はこのアパッチアローっていうのを Ruby で使えるようにするために、もうだいぶやってきてるんですけども、だいぶやってきてます。で、レッドアローの作者で、レッドアローっていうのは Ruby 用の公式アパッチアローライブラリです。で、それに必要なもろもろはなかったので、そこから全部用意してきた感じですね。で、G-Object Introspection っていうのを使ってRuby バインディング、下が C++ の実装で、それを Ruby から使えるようにしてるんですけど、そこら辺はこれをその G-Object Introspection ってやつを使ってます。その詳細は Ruby 会議2016で話したので今日は話しません。で、なぜレッドアローの開発参加してるかっていうとですね、私 Ruby 好きなのでデータ処理にもやっぱ Ruby 使っていきたいと思ってるので、使えるようにするっていうのをやってます。で、今日はこの5年の成果を皆さんに紹介します。で、5年頑張った結果として、いくつかデータ処理 Ruby でできるようになってきてるなというふうに思っているので、皆さんに思ってます。で、今日お話聞いた皆さんには、自分も確かにこれで Ruby でここのやつなら、Ruby 使ってデータ処理できるなみたいなとこ見つけてもらいたいなと思ってますし、さらに気持ちが高まった人には、Red Data Tools っていうプロジェクト、私やってるプロジェクトなんですけども、それに参加してほしいなと思ってます。Red Data Tools プロジェクトっていうのはどういうプロジェクトかっていうと、Ruby 用のデータ処理ツールを開発、メンテナンスして、安定して、安心して使えるような Ruby でデータ処理できるっていう環境を、作っていくプロジェクトです。で、データ処理ってどうやるんだっていうのはわかんないと思うので、基本的な流れをなぞりながら、レッドアローっていうのを使えばどういう風な感じでRuby でできるようになるかっていうのを紹介して、雰囲気掴んでもらおうと思ってます。今日の話の、メインですね。で、データ処理するときは最初になんでデータ処理するんだっていうのを考える必要があって、ここ大事なとこなんですけども、ここに関してはレッドアローあんまり使う場面ないので省略します。で、実際に何するかっていうのが決まってデータ集めるぞってなったら、レッドアローを使える部分が出てきます。で、このフェーズで気にするのは、どういうデータが必要なのかとか、どこからデータ集めてきて、それをどこに保存していくのかっていうのが、考えなきゃいけないことですね。で、よく使われるデータセット、それは Wikipedia のデータとかであれば、レッドデータツールスでレッドデータセッツっていうライブラリ作ってるんですけども、それで簡単にダウンロードできるように Ruby から使えるようになります。で、実際にちょっとセットデータセッツリクワイアっていうのをして、データセッツ、例えば、これ日本の郵便番号ですね。これでデータが取れます。これ最初のデータ、北海道のデータがあるとか、こんなことができるようになります。これレッドアローじゃないですけども、レッドデータツールセブ開発してるやつですね。で、これ保存してただ捨てるだけだと、データ集めることにならないので、どっかに保存しなきゃいけません。で、その時にレッドアローを使えます。で、データセットとレッドアローを連携するレッドデータセットアローっていうジェムがあるんですけども、これ使うと、さっきのデータセットオブジェクトをレッドアローオブジェクトに変換できます。で、レッドアローオブジェクトはセーブっていうメソッドを提供してて、これ使うと、よくあるフォーマットに変換して保存してくれます。なんでこれを
do arrow をして、とかすると、そうですね、リクワイアしてないんで、で、保存、CSV で保存ってことになりますね。っていうのは簡単にできます。で、ドットアローにすると Apache Arrow 形式。そういう形式もあるんですけども、で、保存できます。で、このセーブっていうのがかっこよくて、レッドアローっていうのは、テーブル型のデータ、MySQL とか Postgre に入っているようなデータですね。を、セーブする、汎用 API です。で、レッドアローオブジェクトにしたら、あとは、いい感じに統一した API で、好きなフォーマットに、好きなっていうか、よくあるフォーマットに保存できるっていうやつですね。で、これ、拡張可能なように作ってまして、中身、このテーブルオブジェクトなんですけども、セーブをメソッド持ってるのはテーブルオブジェクトなんですけども、それがテーブルセーバーっていうのを呼んでるだけで、この人が何やってるかっていうと、セーブっていうの中で、フォーマットに応じて呼び出すメソッドを変えてるんですね。これで拡張可能にしてます。で、実際に拡張可能にしてるレッドパーケーっていうプロジェクトがあって、これレッドアローのサブプロジェクトみたいななんですけども、これはセーバーズパーケーっていうのを定義してるだけですね。で、これを使うと、パーケーで保存できます。さっきのやつ、あれですね。表示するので遅かったですね。これで遅くないんですけども。で、require パーケーすると、パーケー形式でも保存できます。でもちろんアロー形式でも保存できるですね。っていう感じで、同じインターフェースでいろんなフォーマットで保存できるので、集めたデータ保存しておくのに便利です。で、ローカルじゃない場合は、フレント D っていうやつが使えて、フレント D っていうのは Ruby で実装されているロンコレクターですけども、これ、クリアコードがメンテナンスに参加しててリリース作業とかしてるんですよ。で、レッドアローを使うと、さっきのレッドパーケーっていうので、アローパッチカーパーケー形式に変換できるんですが、そこの機能をこのフレントプラグ S3 アローっていうのを使ってますね。で、これ使えば Amazon S3 にフレントプラグ S3 の機能で保存できて、そのフォーマットはレッドアローで、Apache パーケー形式使えるってやつですね。で、これはスピーにいて、レッドデータツールス、これ全部参加している香川さんが開発してます。レッドデータツールスプロジェクトの一つとして。で、レッドアロー本体にもオンラインストレージ、その S3 とかに保存する機能を作れるんですけど、まだ実装中なので、高校期待ですね。っていう感じでレッドアローを使うとデータ収集の作業の時に、好きな、どういうフォーマットで保存するかとか、どこに保存するかっていうのを楽に書けるようになります。で、データ集めたら、その集めたデータを読み込んで処理していくことになるんですけども、どのフォーマットを使っているかとか、どこにあるかとか、データサイズどのくらいなのかっていうので、やり方変わってくるので、そこら辺を考える必要が出てきます。で、フォーマットに関しては、さっきセーブっていうので、汎用読み込みフォーマットでしたけど、汎用保存フォーマットでしたけど、アローテーブルロードっていうので、汎用的にいろんなデータ読み込めるようになってます。これでアロー形式読むとか、CSV 形式読むとか、パーケー形式読むとか、全部同じデータなので、同じ結果になるんですけども、そういうことができるようになってます。そうですね、セーブみたいなやつを。で、これも拡張可能になってて、ローダーっていうのが、こうなってセンドで振り分けてるわけですね。パーケーも同じような仕組みでロードできるようになってます。でさらに拡張できるようにしてて、ローカルファイルだけじゃなくて、ローカルにないファイルも URI で指定されたら読み込めるようにしてます。で、レッドアローデータセットっていうレッドアローのサブプロジェクトあるんですけども、これがローカルファイルに限らずいろんなところからデータ読み込める機能を提供しているので、それで拡張してまして、S3 上にあるデータも URI 指定して読み込めるようになってます。なんで保存はまだ
その、レッドアローを直接使ってはできないんですけども、読み込みはリモートにあるやつをそのままできるようになってます。で、他にも、MySQL とか PostgreSQL とかに入ってるデータをアクティブレコード系で RO 形式として読み込むようにするやつとか、あとはネットワークで経由でたくさんのデータを交換しなきゃいけないとき用に Apache Arrow Flight っていうのがあるんですけども、これを使えるようになってます。で、これ、今日はちょっと詳細は紹介しなくて URL の紹介だけなんですけども、gRPC ベースで Apache Arrow フォーマットに最適化して、もうたくさんのデータを高速にやり取りできる仕組みですね。で、大量のデータがたくさんあったら、データ処理対象のデータがたくさんあったら、どういうのに気にしなきゃいけないかっていうとですね、そもそも早く処理できるかってところなんですね。たくさんのデータあるときに、一個ずつの処理遅いと、処理が終わらないんですよ。せっかく集めたデータでも。で、Apache Arrow 形式っていうのが、大量データ、大規模データで使うように設計されたやつなので、これ使うとすごくいいです。で、その中で、わかりやすいのが、ロードが早いっていうところですね。実際どんくらい早いのかっていうのをちょっと見てもらおうと思うんですけども、これはテーブル内のレコードを倍々にしながら読んでみてどのくらい時間かかるかっていうのを見るコードなんですけど、元が12万なので倍にすると24万とかそういう風に増えていくやつですね。さらに倍にすると50万弱とか。で、CSV で Ruby 実装の CSV で読み込んだ場合と、これApache の C++ 実装で、++実装で読み込んだ場合、でも RO フォーマットで読み込んだ場合の8つのデータを取ったやつがあるので見てみると、CSV で Apache Ruby 実装で読むと、明らかにどんどん増えていっていくわけですね。ただ、C++ 実装だとあんまり変わらないので、ちょっとこの緑の線を消して、ここをクローズアップしてみますと、こうなって、メモリはだいぶ時間は変わってるんですけど、傾向は同じですね。CSV だとやっぱり件数が増えるごとに、どんどんレコード数が、あと、ロード時間が増えちゃいます。ですけど、Apache Arrow 形式だとデータ増えても、ほぼ変わらず読み込めるので、大規模データの扱いに向いているわけですね。で、どうして速くなってるかっていうのは、これちょっと別のところで話したので、興味ある人はこちらを見てください。で、Apache Arrow じゃない、Red Arrow を使ってデータ読み込みするときの話のまとめですけども、よくあるフォーマットを同じ API で読めるので簡単。Arrow テーブルロードで全部読めちゃいます。で、いろんな場所にあるデータでも、やっぱり Apache テーブル、Arrow テーブルロードで読めるので、これも楽ですね。で、たくさんのデータも扱えるように、高速に処理できるようになってます。っていうので、レッドアローを使うと Ruby でもデータ処理集めるっていう部分、いろいろできることがあるはずです。データ読むってところですね。で、データ読んだら実際にそのデータを探索していきます。探索って何するかっていうと、要はデータの中から知識を獲得するわけですね。で、そのために何しなきゃいけないかっていうと、まずデータを前処理して使えるデータにする必要があります。で、例えばいらないデータを抜くとかですね。で、データをきれいにしたら、ようやくその傾向を見たりして、知識を獲得していくわけなんですけど、その時に可視化したりとかするわけですね。ここでもレッドアローを使えます。使えるようになってきてます。例えば絞り込みですけども、スライスっていうの、アレイクラスにもあるスライスですけども、これで選択した指定した条件の行、レコードだけ取得します。もともと12万件あったやつが3800件になっているので、東京都で絞り込んでいるんですけども、その郵便番号データですね、を東京都で絞り込んで今回になったというのができます。んで、テーブル、スライサー、じゃあ、みたいな感じですね。
3000件ノートがっていう感じで絞り込めるわけですね。これ Ruby でやると結構時間かかるんですよ。これ手元でやると 1.2 秒かかってたんですけども、これ 0.001 秒ですね。これなんで早いか、図にするともう早すぎて、レッドアローの方は、もう色が塗られないんですけど、そのくらい早くなります。これなぜかっていうと、比較処理、フィルター処理は C++ で実装されたところでやってるので早いってことですね。で、さらにこのデータ、レッドアローを使っても処理できるんですけども、他のシステムに渡して処理させることもできます。でそれはデータのロードが早いからとか、ゼロコピーできるからっていうのがあるんですけども、Apache Arrow に対応しているシステムが結構増えてきてるからですね。例えば DuckDB っていう分析用の SQLite みたいなのがあるんですけども、それ使うとこんな感じで書けて、このポイントが、これ読み込んだ Arrow データですね。それをDuckDB に登録してるんですね。インサート、into とかでデータを入れてるんじゃなくて、コピーしてるんじゃなくて、このまま使えるようになってます。で、これに対してもセレクトできちゃうわけですね。で、これ条件同じですけども、都道府県で絞り込み、でいうことができます。で、他にもグループ化して集計処理するってこともできます。これはラベルでグループ化して、このカラムでレコードをカウントしてますね。で、この結果を可視化することもできると。チャーティーっていうのを使いますけど、これもレッドデータツールス開発してるやつですね。ここがアローデータそのまま渡してます。で、どういうふうな、どこのカラムの値を使うかっていうのをこれで指定すれば、こんなグラフになるわけですね。っていう感じで、チャーティー使えるんですけど、これまで出てきた、このラビットっていうプレゼンツールですけども、私使ってるラビットっていうプレゼンツールなんですけども、その中に入ってるこの図、グラフもチャーティー組み込んでやってます。で、データ分析した後は知見を再利用活用するんですけども、ここはまだレッドアローを使えるところはあんまりまだないですね。っていう感じでレッドアローを使うと、データ集めたりとか読んだり探索したりってところで Ruby 使えるようになってきてます。で、レッドアローを活用して、他の活用したツールもいろいろあるので、そこら辺使って間接的にレッドアローを使うでデータ処理してるっていうのも増えてきてます。で、レッドアローの紹介してきたんですけども、Ruby 3.0 で Ruby 本体にもデータ処理に役立ちそうな機能入っているので、そこら辺についても話をします。で、今日はメモリービューっていうのとラクターについて紹介します。で、どっちも実験的な機能なんですけども、データ処理で役立ちそうなので対応を進めてます。で、メモリービューっていうのは多次元数値配列をライブラリー間で共有する機能ですね。で、レッドアロー内で共有できそうな数値配列っていうのは2個あって、ニュメリックアレイ関連のやつ、数値配列、1次元の数値配列のやつと、テンソルっていう N 次元、多次元数値配列があります。で、現状は、この1次元の数値配列をメモリービューとして他のライブラリーから使えるようになってます。で、他のライブラリーを使うとかっていうのはまだできてません。今、ここら辺やっていきたいなと思っているので、興味ある人はレッドデータツールスに来てください。で、これ C++ でレッドアロー書かれてるんですけども、その中でメモリービュー実装、Ruby 3.0 でメモリービュー実装に問題があったので、それは開発者、村健くんですけど、に共有しているので、3.1 では治ってるはずです。こんな感じで、実験的な機能、やっぱ使わないと安定していかないので、良くなっていかないので、使って、実験的なうちから使って、フィードバックして良くしていくっていうのをやっていきましょう。皆さんも。で、ラクターっていうのも実験的な機能で、スレッドセーフか気にせずに並列実行するためのやつですね。で、レッドアローの並列実行なんですけども、レッドアローのデータは、変更不可能になってます。一回作ったらもう変更しない状態になってます。で、ラクターはフローズンなオブジェクトなら共有できるような仕組みなので、すごい相性がいいんですね。で、どうやって使うかっていうと、レッドアローのデータを make shareable、フリーズするだけなんですけど、でやれば、こういう風にテーブルを渡して同じような処理を使えると
で、実際にどんくらい効くかっていうのを試してみたんですけども、ラクター4つで処理した、シーケンシャルに処理した場合と、それぞれのラクターで処理した場合での実行時間なんですが、シーケンシャルにやると、4秒ちょいだったのが、ラクター使うと1秒ちょいになってて、4倍とは言わないですけども、4倍弱くらいは速くなってて、ラクター4つでこんくらい速くなってるので、結構いいケースじゃないかなと思います。ということで、全体のまとめなんですけども、レッドアローを使ってデータ処理 Ruby でできるやつが増えてきてます。で Ruby 3.0 にもデータ処理に役立つ機能あるので、ここら辺のサポートも進めていってます。で今日のお話ですけども、Ruby でデータ処理したくなる人が増えればいいなと思ってたんですけども、皆さんそういう気持ちになりましたかね。で、なった人はぜひ使っていってください。で、さらにもっとやっていきたいっていう気持ちになった人は、データツールスプロジェクトにぜひ参加してください。で、どういう風なのが、やりたいなっていうのが残ってるかっていうと、データフュージョンっていうのを Ruby から使えるようにしたいなっていうのがあって、これデータフュージョンっていうのはラストで書かれている Apache Arrow ベースのクエリ実行をするやつ、スパークみたいなやつですね。スパークの一部みたいなやつなんですけども、これとその上にあるバリスタっていうのがあるんですけど、そこら辺を Ruby から使えると、データを分散処理するのに Ruby も使える可能性が見えてくるなってやつです。で、これラストで書かれてるデータフュージョンに C の API 追加すれば Ruby バインディング作れると思うんで、ちょっとラストを書くことになるんですけども、そこら辺興味ある人いたら一緒にやっていきたいなと思ってます。あとはレッドアローにアクティブレコードみたいな、そのメソッドチェーンでクエリ書くような API を追加するとか、メモリービューラクターサポートを改善していくっていうのをやりたいですね。そういうのに興味ある人は、ぜひレッドデータツールスに来てください。チャットに来て、こういうのやりたいんですけどって言ってもらえれば何やるかっていうのを一緒に相談できますのでどうぞ。でちょっと関連して OSS のオンボーディングっていうのも、やり始めてます。これは、Ruby とか Red Arrow とか、OSS のプロジェクトに新しく入ってくる人、今日その気になってレッドデータツールスに来る人みたいな人ですね。を、うまくそのプロジェクトに馴染めるようにサポートするっていうのをやる取り組みなんですけども、興味ある人は、その、新しい人を取り込んでいきたい、受け入れていきたいっていうプロジェクトの人とか、そこに、この取り組みについてお金の面で支援していきたい会社の人とかは、ぜひ私に連絡をください。いい感じに一緒にやっていく方法を相談したいです。最後に、クリアコードっていう会社ですけども、レッドアロー関連のビジネスをする会社を募集しているので、興味ある人はこちらを見てください。そうですね。あとは、バッチャーとかレッドアロー関連の、技術サポートとかコンサルティングしているので、そちらが必要な方はご連絡ください。以上、Ruby でレッドアローを使ってデータ分析やデータ処理していこうよっていう話をしました。ストでした。ありがとうございました。